私の名は中二くん。みんなおはよう。今日はこれから中米の最強最悪の治安の悪い国ホンジュラスへ向かいます。今エルサルバドルなんですけど、これからチキンバスに乗ってホンジュラスへ向かいたいと思います。それでは今午前9時なんですけど、とりあえず国境に向かいたいと思います。国境にやってきました。ちょっとね、予定よりかなり押してありましたね。9時ぐらいに出たんですけど、今はもう午後の3時、6時間移動しっぱなしです。3時間ぐらいで着くのかなと思ってたら、全然倍以上かかっちゃったんで、ホンジュラスには夜着いちゃうかもしれないですね。今ちょうど通りに両替商がいたんで、両替をしました。10ドルだけ両替しました。入国審査を終えたところ、すぐ出たところにもうチキンバスのバス乗り場があったんで、乗り込みました。ちょっとね、チキンバスって言ってもバンみたいな感じですかね。でもね、全然スペイン語が分かんなくて、このバスで合ってるのかもよく分かんないですけど、とりあえず大丈夫って言ってるんで信じて行ってみたいと思います。今ね、5時過ぎなんで、ホンジュラス入ってからは早く着きましたね。今から待ち合わせ場所に行って合流してホストの家に行きたいと思います。ホストの方の家に到着しました。ホストの方ね、弁護士みたいでね、すごいですよね。これからコミュニケーション取っていきたいと思います。このホストさんもやっぱり犬を1匹飼ってますね。犬1匹と猫1匹飼ってるみたいです。こちらがワンちゃんと、あちらに見えるのが猫ちゃんです。今回のですね、ホストさんはちょっと英語がかなり苦手のようで、もうほぼほぼわからない状態で、翻訳機を使ってコミュニケーションを取ってる感じなので、少し撮影とかはちょっと難しいかなという感じですね。今回ね、自分がホストになってほしいとオファーしているので、多分ね、そんなに乗り気でもなかったと思うんですよね。でも、せっかくホストになってくれて交流する機会があるので、何かね、日本料理とかを明日作ってあげれたらいいなと思ってます。さっきね、これ粉だったんですけど、トウモロコシの粉をね、トルティーヤさんに持って行って作ってもらってきました。こんな感じでね、作ってくれるみたいですね。ホストの方が夕飯を作ってくれました。チキンにハムかな。で、これは何だろう、ちょっとわかんないです。エビだ。エビフライ。で、これはね、ビーンズ。で、これはわかります。クリームチーズですね。で、これをトルティーヤに包んで食べるだと思います。今回はホストさんがこちらの部屋を提供してくれてます。広めのベッドでゆっくり寝れそうです。ありがとうございます。今日はですね、移動ばっかりで何もできなかったんで、明日観光していきたいと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。2日目が始まりました。朝起きたら朝食を用意してくれてました。で、彼女はもうすでに仕事に行っていなかったんですけど、息子のダニエル君がいるので、朝はダニエル君と過ごしたいと思います。彼がダニエル君です。息子のダニエル君、高校生です。ほらほら。こちらが朝食です。スクランブルエッグにビーンズ、豆ですね。豆に、これはね、多分プラウンテインかな。バナナのね、大きいバージョンの果物になるのかな。この朝食とコーヒーですね。ありがとうございます。
プラウンテインのね、味付けがめちゃくちゃ美味しいですね。これどうやって味付けしてんのかな。なんかシンプルに揚げただけっぽいんですけど、自分もね、一回ホステルで揚げたことがあるんですけど、こんなに美味しくならなかったんですよね。これはですね、ホストさんの家の壁なんですけど、これまでここにホームステイした人の国の旗を描いてるみたいですね。なので日本も描いてほしいということなんで、これから描いていきたいと思います。いや、本当日本の国旗って簡単だからいいですよね。白と黒じゃない、赤と黒だけなんで、もうこんな旗とかどこか知らないですけど、めっちゃ難しいですよね。できました。日本の国旗です。我ながらあんまり美しくないですね。グアテマラのニコールちゃんとかだったらすごく綺麗に描きそうですね。こんなもんでしょう。今外に散歩に出かけてます。ダニエル君が今ちょっと昼寝に入っちゃって、ホストのお母様は仕事に行ってて、結構家で一人ですることないんで散歩に出かけてます。外がね、めちゃくちゃ暑いですね。もうこれ今日日傘差してるんですけど、日傘ないと結構きついですね。ここ多分ね、田舎の方なんでそんなに危険じゃないと思うんですけどね。なんかこうやってカメラとかも回すと撮られたりするっていう話をよく聞いてたので、多分それは首都だと撮られると思うんですけど。ほら、ちょっと待って、牛だけじゃなくて馬もいるんだけど、すげえな。道端で馬が普通にいますね。いや、すげえな。襲われたりしないかな。触ったりしたらダメかな。逃げちゃった。03って書いてる。いやー、すっごいな。警戒してんのかな。逃げちゃった。戻ってきてる。やっぱり怖かったんだろうな。申し訳ないことしちゃった。大体ホストになっている方ってね、裕福な方が多くて、で裕福な方って当然危険なエリアに家を持ってないので、結構ね、郊外の方に行くことになってるんですね。で、今回も郊外の方に宿泊してる状態で、だけど郊外の方ってね、本当になんもなくて結構徒歩じゃ厳しいところなんですよね。そこがまあ唯一のデメリットなのかなとは思うんですけど、まあでも郊外とか別に嫌いじゃないんで、全然楽しんではいますけどね。まあなんか観光っていうより人との交流の方が自分は好きなんで、割とこのスタイル合ってるなと思いながら、だからラテンアメリカからね、急に旅が楽しくなりました。馬車までいるよ。しかも乗ってんの子供だし。スーパーマーケットが見えてきました。全然小さいスーパーだったんで、いい品物なかったですね。結局ジュース1本買っただけでした。そんなね、ジュースも高くなかったんでよかったです。このね、郊外のエリアで2泊する予定なんですけど、物足りないんで、もう少しホンジュラスにいたいなっていう気持ちもあるんですけど、やっぱりちょっとね、テグシカルパとか首都の方に行くと怖いので、行かないようにしたいと思います。息子のダニエル君と買い物に来ました。ダニエル君です。イケメンですね。あちらにはね、ピザハットとウェンディーズがありますね。いや、それにしてもラテンアメリカずっと晴れなんですよね。雨が全然ない。干ばつならないんかな。ここでホンジュラスドリンクを注文してくれました。かっこいいですね。イケメンです。
What did you say? This one? ポソ。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 ポソというドリンクみたいですね。ホンジュラスのドリンクみたいです。飲んでみます。めちゃくちゃ甘いですね。でもめちゃくちゃうまい。Is this including sugar? What? Including sugar? Yeah. Very sweet. Yeah. めっちゃ甘いですけど、めっちゃ美味しいですね。でも体に悪そう。なんかホンジュラスでもめっちゃ人に見られますね。やっぱりアジア人珍しいみたいで。しかもなんかみんな結構睨んでみるんで怖いですね。教会です。中に入っていきたいと思います。ホンジュラスの町にある教会です。しかし中は誰もいません。イエス・キリスト、イエス。ダニエル君がね、英語を少し話せるので結構助かってます。You speak English very well. I'm not speaking English very good. I speak soccer very good. これね、ゴミ箱見つけたんですけど、穴開いてんすよね。全然ゴミ箱の意味なさないですよね。下に貫通してるし。Horchata? Mhm. No, sorry. Poso is this. From corn. Pom. The culture. Yeah. Sure. Is the mayor office? You see it? Similar. The document, the history. 今ママと合流したので、これからみんなでスーパーに買い物に行きたいと思います。ここに連れてきてもらいました。ここは何なんでしょう。どうやらここでね、魚を養殖してるみたいですね。サンローレンズっていう町は港町のような感じですね。多分鳥居のようなものが現れましたね。スペイン語ではね、レストランをレストランテっていうみたいですね。手つけなくていいんじゃねえかって思うんですけど、レストランテっていうのが子供たちが遊びになってます。ここもモニュメントがありますね。さっきのね、激甘ジュース飲んでから若干腹が痛いっすね。なんだろう、お腹冷えちゃったのかな。釣りをしてますね。手で糸を使って手繰り寄せて釣りをしてます。釣れる瞬間見たいっすね。貝みたいですね、これは。貝を多分野菜と混ぜて食べると思います。Cuyama. Se llama Cho. Ah, correcto. Cuyama está bien alegre ahorita, le parió la mujer. Pásame el mío, no vamos a echar a la niña. Así es el limón. こうやって中を No, con limón. Para enseñarle que se mueva, a ver si le tiene miedo. 中はこんな感じです。はあ。OK。Mira, mira. I see. Gracias。レモンを振りかけるみたいですね。なるほど。買おうかなこれ今ねえ、せっかくだそこにねお酒売ってる店があったんですけど、飲んでますよね、でもね。今ちょっと飲んでますやっぱりちょっと酒の匂いしたから。うわーすごいですね。現金が全然なくてカードしかな使えないんやけど、カード無理なんちゃいますか。ここは絶対無理なんやけどあ、俺これ食うのかマジで払いておくかな。大丈夫かな。 You like it? Yeah, I like it. あ
絶対うまいじゃん。これはうまそうですね。グラシアス。ですからね、それ。貝美味しいですね、これうね。まい、これ本当にうまい。さっきね、海辺の町で貝を、おごってくれたんですけど、ホストのグレディスさんがおごってくれたんですけど、別の日本人もなんといてね、別の日本人の分もおごってくれるというね、太っ腹なところを見せてくれました。いや、本当に感謝ですね。優しいですね。じゃあ買い物行きます。照り焼きソースをね作ろうと思ってたんですけど、なんと照り焼きソースそのものを見つけちゃったんで、もうこれを買っちゃいましょう。その方が多分無難でしょう。手抜き感がすごい半端ないけど、まあいいでしょう。豆板醤をね探してるんですけど、ちょっと豆板醤が見当たらないですよね。麻婆豆腐か麻婆茄子をできたらいいなと思ったんですけど、ちょっと麻婆系は難しいかもしれない。なので照り焼きソースにしようかな、やっぱり。でしかもね、さっきのこの照り焼きソースと思ったんだけど、これもなんかちょっと通常のもの照り焼きソースじゃないみたいですね。なのでやっぱり一から作るようにしましょうか。これで、これじゃあこれ刺身醤油か。なのでこっちか、このソイソースで作るようにします。こんな寝方ありますすごい寝方してるんですけど、動物がいる生活っていいですね。呼んでみました。じゃあ今から照り焼きチキンを作ります。しかしね、スケールがまずないって言われてたんで、ちょっとね、目分量でやっていくことになるんで、成功するかちょっとわかんないですけど、とりあえず頑張ってみようと思います。まずは米を炊いていきたいと思います。目分量でね、やるんで難しいですけど、これで多分4人前かな。次に鶏肉を焼いていきます。焼こうとしてたんですけどね、チキンはね、洗うべきだって言われたんで、確かにちょっとね、チキンね、臭いなと思ってたんですよね。海外のチキンは洗うのが前提なのかもしれないですね。というわけでちょっと軽く洗います。なるほど。また1個知れましたね。こんな洗い方でいいのかな、よくわかんないけど。で、このね、肉に釣られてワンちゃんが来てます。俺に餌くれと言わんばかりにあげませんけどね。ご飯の浸水が終わったんで、とりあえずご飯から炊いていきたいと思います。鶏肉も下準備が終わったんで焼いていきます。ここからあとはね、この焼いてる間と飯を炊いてる間に照り焼きチキンソースを作っていきたいと思います。隣で照り焼きソースを作っていきます。これは醤油と水と白ワインと砂糖を混ぜ合わせたものです。でもこの味で全てが決まるので慎重にいきたいと思います。ご飯はいい感じに炊き上がったんで、あとはチキンと照り焼きソース焼けてきたので、最後に照り焼きソースをかけて仕上げたいと思います。あとはこれを絡めれば完成ですね。照り焼きチキンがですね、過去最高のクオリティになりましたね。なぜだかわかんないけど、ワインが良かったのかな。もう一品ね欲しいって言ってたんで、最後は王道ですけど、卵焼きを作って醤油で食べてもらうっていう形にしようと思います。じゃあ最後卵焼きを作っていきます。卵焼きはこっちはちょっと菜箸とかがないんでね、綺麗に多分絶対作れないと思うんですけど、とりあえずやってみますかね。それっぽくなればいいかなと思うんでね。4人前です。なんか思ったより全然いい感じにできそうですね。これを3等分ぐらいに切って完了させたいと思います。できました。こんな感じでいいんじゃないでしょうか。照り焼きチキンと卵焼きとライスですね。完成です。これね、すごいですよね。キッチンがね、自然になってるんですよね。暖炉みたいに。だから炭火みたいな感じになってます。
でこっちはね、魚を作ってくれてます。揚げてますかね、これね。油で。すごい、いい環境ですね、これね。なんと、私のプレートだけ魚をつけてくれました。感謝です。ホンジュラスの魚って言ってました。Are you sure? Are you sure? Yeah, it's good. I like the chicken. OK。 It's very good. ダニエル君は美味しいと言って食べてくれています。嬉しいですね。無事に照り焼きチキンも成功しました。みんな結構喜んでくれたんで成功してよかったです。じゃあ2日目もこんな感じで終わりたいと思います。みんなおはよう。3日目の朝が始まりました。昨日ね、照り焼きチキンを作った時に炊いたご飯が待ってたので、今日は溜まったご飯でおにぎりを作ってあげるっていうことで作ったんですけど、ご飯がね結構パサパサで全然形が崩れまくっててうまくいかなかったんで、おにぎりはねやっぱり粘度大事ですね。海外のお米だとちょっと難しいかもしれないです。多分前回うまくいったのはお米が良かったからだと思います。なのでこれから米料理を使うときはチャーハンとかにした方がいいかなと思うんで、ちょっと一つ勉強になりましたね。次のホストにはチャーハンを作ってあげたいなと思います。今日の朝食はトルティーヤを揚げたものですね。それにトッピングのビーンズとサルサソースかな、これは。と、ちょっとわかんないけど、トルティーヤかな。見た目がすごく美味しそうです。いや、このトマトのがめっちゃうまいですね。これめっちゃ好きですね。これしょっぱくて多分酒飲む人絶対好きだと思う。これね、トルティーヤ揚げたものに黒豆が乗ってるんですけど、このスタイルがホンジュラススタイルみたいですね。これね、黒豆うまいんですよね。豆がね、そんな自分好きじゃないんですけど、日本に持ち帰りたいですよね、この技術をね。で、今気づいたんだけどさ、見てこれ。車、駐車。これ完全に前当たってるよね。今日はララちゃんも元気です。ララちゃん。ララちゃんかわいいですよね。シャ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 。これなんていう犬なんだろう。今からこのゴッドファザーと、息子のダニエル君と3人でどっか連れて行ってくれるって言ってましたね。ちょっとどっか忘れちゃったけど、なんか多分ホンジュラスのこの街の観光をするところに連れて行ってくれるみたいです。馬車が走ってます。今ね、ゴッドファーザーの友人宅の家に来てるんですけど、ホストの息子くんのダニエルくんにね、馬乗ったことあるのって聞いたら、多分ね、俺が馬乗りたいと勘違いしたのか、なんか馬を捕まえてくれる流れに今なってて、馬を捕まえに行ってくれてますね。ああやって馬をおびき寄せるんだね。馬って視力いいんですね。めっちゃ警戒してるけど。もう少し
すごい。捕獲成功した。ああやって捕獲するんですね。にしても暑いな。すごい。馬が来ました。Can I touch? ああ、すごい。馬触るの初めてかもしれない。すっごいな。めっちゃ食べてる。なんと馬に乗せてくれるということなんで、今から馬に乗っていきたいと思います。じゃあ早速乗っていきたいと思います。初めて乗ってます、馬に。ひゃー、手綱ないからめっちゃ怖い。やば。でもめっちゃすごい、こんな感じなんだ。いや、すげえな。しかも無料で乗せてくれるなんて。ああ、これはでも落馬したら確かに命に危ないな。たてがみ握ってって言われてるんで、こんな乗り方ある？いや、すげえな。ああ、めっちゃ危ない。かなりこれバランスいりますね。いや、すごいわ。感動。このね、毛がね、傷んでる髪の毛みたいな感じですね。バサバサ。あー、でも、すごい嬉しいな。乗馬がこんな形で叶うなんて思わなかった。でめっちゃ危ないけど。いやー、嬉しい。いやー、すごいぞ。家に帰ってきました。いい経験ができましたね。そして、ホストの家なんですけど、こんなところにお金置いてて、風で飛ばないのかなってずさんすぎますよね、この管理の仕方が。ラテン系の人たちってみんなこんな感じなんかな。これはね、ホンジュラスの音楽らしくて踊ってくれてます。いやー、やっぱラテンって感じですね。陽気だな、ほんとみんな。今夕方の4時ぐらいなんですけど、ホストの方がですね、海鮮スープを作ってくれたんでいただきたいと思います。ずっとご飯作ってくれてるんで本当感謝です。しかもね、めっちゃうまそうですね、これね。もうハエがすごい多いんですけど、すっごい美味しそうです。ああ、Thank you, yes。ココナッツカレーに近い味ですね。うまい。バナナも入ってますね。これバナナっていうよりポテトっぽい味なんですよね。ホームステイ最終日の夜です。ホンジュラスはね、入国する前にかなりビビってた国なんですけど、実際は郊外ということもあって安全で田舎の雰囲気を味わうことができました。またホストの方もね、非常に優しい方でかなりよくしてくれたんで、本当に感謝しかないですね。明日早起きしてニカラグアに向かいたいと思いますので、今日はこれで寝たいと思います。それではまた会おう諸君。